飛び出した太陽の下。こんにちは、ちっちです。今回のゆる旅グルメチャンネルは春におすすめの福島の旅をご案内します。春には桜も楽しめる絶景の温泉宿と地元の方一押しの観光地やグルメをご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。やってきたのは福島県会津若松駅。まずは会津若松市内の観光スポットを循環運行する周遊バスに乗って一緒に福島の旅を楽しみましょう。バスは回る方向によって2種類運行されています。まずはハイカラさんに乗ってお昼ご飯を食べに行きます。街中周遊バスハイカラさん発車します。For 飯盛山 via 浪川町 Civic Center 鶴ヶ城キャッスル and 会津武家屋からお降りの際、乗務員に付けをはっきりとお見せください。はじめにやってきたのは会津若松市七日町。七日町は明治後期から大正昭和初期に建てられた蔵や洋館、木造商家が軒を連ねている大正ロマン調のレトロな景観の町です。やってきたのは馬力本願さん。こちらは福島のお友達に伺ったお店で、会津の馬肉が入ったラーメンがあるとのことで来てみました。オーダーしたのは会津うまみそ馬力ラーメン。いただきます。スープは馬骨とお味噌の味がしっかり濃厚で油っぽくないのでごくごく飲めます。初の馬肉チャーシューはさっぱりとしていて噛みしめると馬肉のうまみがしっかりとします。少し縮れのある麺はコシがあってとても美味しかったです。こちらではラーメンだけでなく桜肉や地酒も味わうことができます。からし味噌もスープにとても合っていました。ごちそうさまでした。七日町にはいろんなお店や歴史が息づく場所がたくさんあるので気ままに散策もおすすめです。ハイカラさんで次にやってきたのは鶴ヶ城です。鶴ヶ城は白虎隊や戊辰戦争の舞台となった場所で美しい桜の名所でもあります。お城に向かう途中お店を発見しました。桜の花のソフトクリームがありました。私が伺ったのは4月の終わり頃だったので桜がほぼ散っていましたが、例年だと4月の中頃に外堀を取り囲む1000本の桜が満開になるそうです。やっとお城が見えてきました。チケット売り場の隣にも軽食を食べれるお店があります。チケットはスマートフォンなどで前もって購入できるウェブチケットもあります。振り返ると立派な鶴ヶ城がそびえています。鶴ヶ城は伊達政宗や上杉景勝などの名だたる武将をはじめ多くの人物が城主を務めたお城です。中は空気がヒヤッとしています。こちらは地下で江戸時代にはその涼しさを生かして塩などを貯蔵していたそうです。1層から3層までは撮影禁止ですが、鶴ヶ城の歴史や幕末の動乱についての紹介や当時使われていた武器や道具の展示に会津の歴史が詳しく紹介されていて見応えがあります。4層は
明治時代を生きた会津ゆかりの人物がパネルで紹介されています。そして5層は360度のパノラマ展望室です。ぐるーっと会津若松市内を一望できます。まさに一国の主気分を味わえますね。期間限定でライトアップもあります。鶴ヶ城の歴史を感じながら桜を楽しんでみませんか？お城を出た先にあるのは千家ゆかりの茶室輪郭。千利休の息子昌安が建てたもので、お抹茶をいただくこともできます。そして今回の宿泊先は温泉が豊富な福島の中でも人気の温泉宿、会津東山温泉長介の宿滝の湯さんです。開湯1300年の歴史を誇る東山温泉の富士見ヶ滝の渓流沿いに佇む絶景の温泉宿です。感想からお伝えしますと、温泉にお部屋、あらゆる場所からの眺めが素晴らしく、お食事も大満足の滞在となりました。詳しくご説明してまいりますので、ぜひ最後までお楽しみください。入り口を入ると左手にチェックアウト用のフロント、チェックインは奥のフロントで行います。カラフル浴衣は無料で借りることができます。ビューラウンジ小出まりから見えるのは能舞台家臣殿。滝の湯さんは全国でも大変貴重な屋外舞台を持つお宿で、特別なセレモニーでは舞台で催し物も開催されます。サービスのお抹茶と羊羹でほっと一息。後ろのスペースには売店があります。本日のお部屋は607号室。早速行ってみましょう。お部屋のある階に来たのですが、廊下の長さにびっくりしました。客室は全室渓流沿いとのことで、お部屋からの眺めも楽しみです。アクセス方法や料金は最後に発表しますので、お部屋の様子、お料理などから一泊いくらか予想しながらご覧ください。今回のお部屋は少数での宿泊や気軽に温泉を楽しみたい方におすすめのお部屋です。お部屋に入ると手前に洗面、床は天然木です。そしてその奥にお部屋があります。こちらのお部屋は夢見亭の和室タイプ。メインは畳で、窓辺にはのんびり風景を楽しめるテーブルと椅子があります。窓辺では窓いっぱいに広がる緑に春は桜を楽しむことができ、絶景という例えがぴったりのお部屋です。こちらのタイプは8畳から10畳のお部屋があり、定員は1名から5名様となります。ではお部屋を見ていきましょう。くるりと後ろを向くとあるのはお茶を入れるための道具。その下には常備の浴衣にタオル類、隣には水屋をイメージした洗面があります。アメニティは化粧水に乳液、フェイスウォッシュにクレンジング、ヘアリキッドにヘアトニック、アフターシェーブローション、ドライヤーにテレビ、加湿器もあります。入り口の方にはコーヒーと紅茶、
隣には金庫と冷蔵庫、ジュースや嬉しい地酒もあります。いただいた分をこちらの用紙に記入します。隣のクローゼットには羽織とカゴ、左手の手前にあるのはシャワー室。翔介さんはたくさんの温泉があるので、私はシャワーは使いませんでした。その隣にはお手洗い。こちらも綺麗で落ち着く空間です。お茶を飲んで一休みしたら、お風呂へ向かいます。滝の湯さんの温泉は1階と屋上にあります。貸し切り風呂のほか、露天風呂付きの大浴場が2種類あり、男湯と女湯が時間で入れ替わるのですが、今日は伏見の湯と焚き見の湯に入れるとのこと。こちらは小原翔介さんが実際に入っていたお風呂。大浴場に行く途中、左手に足湯もあります。こちらは後ほどご案内しましょう。大浴場の入り口にあるのはシャンプーバー。好きなシャンプー類を選べます。それでは大浴場についてご案内します。伏見の湯は大きな窓いっぱいに景色が広がり、焚き見の湯は夜は幻想的にライトアップされた滝が楽しめます。本日男湯となっていた翔介風呂は壁一面に高級名石大谷石を使用。浴槽の中にはトルマリン石が入っているため、マイナスイオンいっぱいのお風呂となります。お風呂でさっぱりした後は、お風呂上がりの無料サービスを楽しみましょう。ビールと麦茶、ソフトクリームを味わえます。私はいつも通りビールを選びました。好きなものを選んだら、大浴場前の湯上がりどころや足湯脇の川風テラスで至福のひとときを堪能しましょう。そしてお風呂の後はお夕飯の時間です。お夕飯は会食場お原亭で会津郷土懐石料理をいただきます。福島はご飯がすごく美味しいので楽しみです。お料理は何品かお席に配膳されているスタイル。お酒は会津の地酒花泉をオーダー。お食事との相性もバッチリとのことで選びました。それではお料理をご紹介しましょう。先付けはほんのりピンクの桜豆腐とニシン山椒漬け。向こう漬けはニジマス、鯉の昆布締め、湯葉刺し、豚しゃぶもあります。桜豆腐はもっちりしていてほんのり桜の香り。ニシンは今まで食べたニシンの中で最高の美味しさ。鯉のお刺身は癖がなく鯛に似た美味しさです。蓋物は葉桜まんじゅう。外側がもち米のような蒸し物で、中はゆるねを使ったほっくり食感。楽しみにしていたお肉の3種握り。スタッフさんが牛さん、鳥さん、馬さんと指さしながら教えてくださいました。鶏の吟醸酒焼き、茶碗蒸し、わんそば。この後露天風呂を予約しているので飲みすぎないようにと思ったのですが、お食事が美味しくてお酒も進みます。そして最後は白米にさごはち漬け、会津こず湯。
桜風味の水菓子で締めくくりです。会津小湯は貝柱のお出汁できくらげ、たけのこなどを煮込んだ会津の郷土料理。滝の湯さんのお料理は味のバランスが良く、とても美味しかったです。ごちそうさまでした。そして21時より能舞台でプロジェクションマッピングが開催されるとのこと。撮影禁止なのと露天風呂を予約していたので貸し切り風呂へ。滝の湯さんは貸し切り風呂が6つあり、どれにしようか迷いましたが、今回はいざ酔いの湯にしました。こちらの浴槽は信楽焼の特注品です。左側の、浴槽がちょっと厚めですね。暑いって言っても多分41度ぐらいです。翔介の湯と迷ったのですが、こちらは浴槽ごとに温度が違うとのことで、いざ酔いの湯にしました。家臣殿でプロジェクションマッピングが行われていたため、川に映るライトの色も変化し、幻想的に止まることなく流れる川の音が滝のようで、ここが現れます。洗い場はありませんが、浴槽の脇にシャワーと後ろには脱衣所もあります。その他滝の湯さんには貸し切り眺望風呂に貸し切り露天風呂、貸し切り大浴場に屋上貸し切り露天風呂と絶景の6つの貸し切り風呂があります。寝る前に桜をもう一度見て、良い夢が見れそうです。では、おやすみなさい。おはようございます。2日目も良いお天気になりました。朝食まで時間があるので、お部屋に置いてあったおまんじゅうを食べてから温泉に行きたいと思います。こちらでおまんじゅうを蒸します。数分待って熱々の蒸したてのおまんじゅうの完成です。温泉に入ると血糖値が下がるため、安全に入浴するにはお菓子を食べてからの入浴がおすすめです。まず向かったのは館内にある足湯。渓流の川風を感じながらゆったりと足湯を楽しむことができます。朝はやっぱり空気が澄んでいますね。朝の澄んだ空気の中、川の流れる音や鳥のさえずりを聞きながらの足湯も格別です。お湯もちょうど良い温度でした。次にやってきたのは朝、女性用に開放されていた貸し切り大浴場、定寧温泉。撮影はここまでですが、窓から真横に滝を眺められ、家族やグループでも楽しめる広さでした。そして朝食はお夕食と同じお原亭でいただきます。今日は窓際のお席です。お席に着くと用意されていたのは、お重の中に入った色とりどりのお料理。前のスペースにはお餅バイキング。つきたてのお餅を好きなあんを選んでいただけます。
飲み物や郷土料理もあります。お重の中にはしっとりかぼちゃにほうれん草のごま和え、焼き魚パプリカのマリネにたけのこ、卵焼きに福島のお漬物に山椒おじゃこ、お餅はくるみとずんだにしました。朝おまんじゅうを食べましたが、温泉でしっかりウォーミングアップしたので腹ペコです。ではいただきます。朝ごはんは白米が進むおいしいお料理がいっぱいで、つきたての餅は弾力がすごく、もっと胃袋が大きければいいのにと思った美味しさでした。ごちそうさまでした。ご飯の後は売店をブラブラ。お夕食に飲んだ地酒やお菓子もたくさんありました。バスを待っているとスタッフさんが滝に虹がかかっていることを教えてくださいました。滝の湯さんのスタッフさんは気さくな方ばかりで、とても楽しい滞在となりました。さあ、最後は福島のお友達から教えてもらったとっておきのお店をご紹介します。やってきたのは喜多方市。まずご紹介するのは農家レストラン塩川屋さん。エゴマを食べさせて育てたエゴマ豚のチャーシューに、喜多方では珍しい塩ラーメンが人気のお店です。人気ナンバーワンはしじみベースのスープの塩ラーメン。美味しいと声が出た一品です。そしてラーメンを食べた後は塩川屋さんと同じ通りにある暮らしの酒場なみなみラーメン神社さんでラーメンソフトをいただきましょう。この日はチョコ味のみの販売でしたが、通常白いバニラ味での販売なのでインスタ映えもバッチリです。それでは滝の湯さんのアクセス方法をご案内します。庄助の宿滝の湯さんは福島県会津若松市東山温泉にあります。まずは各交通機関で JR 会津若松駅までお越しください。その後、街中周遊バスなどの路線バス乗車、東山温泉入り口滝の湯前下車、目の前が滝の湯さんの入り口となります。お車の場合、会津若松インターチェンジ下車、インターから約20分です。それでは料金の発表です。春は桜も見れる絶景の6つの貸し切り風呂と大浴場、福島の食材のうまみを生かした美味しいご飯。大人1名の料金はいくらでしたでしょう？正解は2610円でした。福島の旅はいかがでしたか？もしこの動画が良いと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。